こんにちは、アイボンです。今日はこのチャンネル初のたまごっちを買うかどうか検討しているよって方にも参考になるような企画を考えてみました。題してたまごっちの質問にお答えします。ということで、よく視聴者さんからコメントで質問される内容だったり、私目線でこれから買いたいよって人向けの疑問にもお答えするだけではなく、マニアックな質問にも答えていきますので、最後まで見てくださると嬉しいです。ちなみに私はたまごっちの発売元であるバンダイさんとは何の関係もないただのファンですので、主観マシマシで表現することもございますが、ほえーという感じで温かく見守ってくださると嬉しいです。では本日のラインナップはこちらの7項目にお答えしていこうと思っております。気になるところだけかいつまんで見てくださっても大丈夫ですので、これからたまごっちを買うかどうか迷ってるよって方はぜひ見てくださると嬉しいです。いつも見てくださる方々は補足情報や個人的な魅力ポイントをコメントに残してくださるとありがたいです。それでは早速やっていきましょう。たまごっちって面白いの？私には向いてる？という質問にお答えしたいと思います。最近たまごっちよく見かけるし気になってるんだよね。面白いのかな？思ってる方向けにお話ししたいと思います。魅力ポイントを簡単に3つに分けると、魅力ポイント1、一言で言うと小さな生き物を育てる体験ができます。キャラクターが豊富だし、自分の育て方次第でどんなキャラクターに育つかわからないところがまた面白いんです。魅力ポイント2、時代とともに進化しているです。例を挙げますと、たまごっちユニは2年前に発売したんですけど、ご飯は UberEats で運んでもらえます。口パッチは食費がかさむので、質素なご飯で貧乏飯食べさせてたわとかね、そんな思い出もあります。たまごっちの魅力ポイント3つ目、世代ごとに登場キャラクターが違う。コレクションを好きな人には刺さる。デザイン違い、世代違いでたまごっちを集めて楽しむという魅力があります。本当にびっくりするほど可愛い機種なんかもいっぱいありますからね。15分程度の動画では語りきれないので、気になる人は私の動画をいっぱい漁ってコレクションを見ていただきたいと思います。魅力を語るだけでも数時間時間が経っちゃいそうなので、今日はここまでにしておきます。でも大切なことを言っておかなければなりません。たまごっちが面白いかどうか、それは人によるってことです。ここからはちょっとぶっちゃけた話していきますよ。たまごっちを好きになってくれる人が増えると、私は嬉しいからこそ言わなくてはならないのは、こういう育成ゲームには向き不向きは必ずあるということです。だからこそ面倒を見れる自信がないし、たまごっちのお値段って決して安くはないから悩んで買えないんだよねって人が出てくるわけなんですよね。なので今回は私の思うところを正直にお話ししていきたいと思います。たまごっちを十二分に楽しめる方の特徴は結構簡単で、ゴールのないゲームを楽しめるタイプの方が向いてると私は思います。そうじゃない人はダメだよって話ではないので、最後まで聞いてほしいと思います。例えばあつ森とかマイクラとかね、遊んだことあるよっていう人、そういう人は結構楽しめると思いますので、買っちゃっていいですって正直思います。迷ってる方の9割の悩みの種って、飽きちゃったらもったいないとか、死なせちゃうのがかわいそうっていうところに尽きるかと思うんですよ。そんな方々にお伝えしたいのは、私たちガチ勢と比べなくていいんですよってことを言いたいです。たまごっちに飽きて数ヶ月で遊ばなくなるなんて当たり前の話なんで大丈夫です飽きちゃったりいつかは死なせてしまうかもしれないっていうのは全人類共通事項なんで、心配しなくていいですよって思ってます。例えばあなたが落ち込みすぎて仕事行けなくなるかもしれないってくらい私生活に影響がある人とか、メンタルに来ちゃう人とかねは向いてない人だと思ってます。主観がマシマシすぎるので異論は認めます。私はすぐ飽きちゃって向いてないわとかね、思わなくて大丈夫です。普通の人はゲームなんてちゃんと飽きがきます。当たり前です。私が変なのだからこそたまごっちって時代に合わせて少しずつ変化して、楽しみ方にも多様性が出てきているんですね。では仕事や学校、生活のリズムが不規則な人でも育てられるの？という話ですが、答えはイエスです。
昔は四六時中見守る必要がありましたが、最近の機種は育てやすさが工夫されてます。こちらのたまごっちユニ、今これしか出てこなかった。大量にありすぎてちょっと出すの大変なんですよ。こちらがたまごっちスマートで、こちらが最新機種のたまごっちパラダイス。こういったカラー版のたまごっちはベビーシッターに預ける制度がございますので、仕事や学校に行っている間は預けてしまえば大丈夫です。仕事が長時間に及んだり、人によっては事情があるかと思いますが、育て方を工夫して生活リズムを持ち主に合わせてもらう工夫を私自身もしています。その辺は今後のシリーズごとのたまごっち育成動画でじっくり語ることもできますので、気になったら遊びたいシリーズと一緒にコメントで教えてください。たくさん質問来ている機種は別の動画作る可能性もありますよ。すでにほとんどの方が疑問に感じていることは、私が別動画で語っている可能性の方が高いですけどね。たまごっちって常に見ていなきゃダメですかという質問には、遊ぶ世代にもよるんですが、1日数回空いた時間にお世話でも OK な機種もございます。では続きまして、たまごっちってどれを買えばいいのという質問にお答えしていきたいと思います。私ね、忙しい人はこの最新のたまごっちパラダイスがいいと思います。これね、最低1日1回出かける前にお世話して、シッターさんに預けるだけでも育つんですよ。こちらのたまごっちユニなら、最低朝と夜の2回面倒を見てシッターさんに預ければなんとかなります。ですので、社会人、部活が忙しい学生さんでも遊べる機種はパラダイスやユニがおすすめです。昼夜逆転生活をしている場合には、たまごっちの時計の設定を昼夜逆転させるだけで済みますので、どの機種でもいけると思います。初心者さんにおすすめの機種はこちらのたまごっちパラダイス。本当にお世話が簡単です。難しい設定もないですしね。だからといってやり込み要素がなくてすぐ飽きちゃうってこともなくて、バランスの取れた機種だと思います。久々のたまごっちで最新のテクノロジーを味わいたいよって方は、このたまごっちユニがおすすめです。すげーってなりますよ。そして可愛いものコレクターになりたい人、限定デザインが毎年発売しております。このチャンネルを登録して限定品の発売情報を通知で受け取ったり、購入耐久配信を私と一緒に楽しみませんか？限定品ではないんですけど、何十年も前の大人気のたまごっちがこうやってね、復刻版が出たりするんですよ。こういうのもね、争奪戦になるんですけど、めっちゃコレクションするの楽しいですよ。あなたに合ったたまごっちの選び方のポイントは、お世話できる時間が限られているなど特殊事情を検討する。どんなキャラクターを育てたいかで選ぶ。どんな遊び方をしたいかなでもいいですよね。あなたの状況に合わせて選ぶと失敗しにくいです。値段が安いやつからスタートしようは失敗する可能性が高いので、そこは検討材料に入れない方がいいです。これがね、初心者さんの陥りやすい罠になってます。そうならないためにも、買う機種を決めたら私の動画を事前予習することをおすすめしますよ。たまごっちによってね、難易度は全然違うんですよ。では続いての質問が一番皆さん気になってるところだと思います。たまごっち欲しいけど売り切ればっかりじゃん、どこに売ってるのよってなっておりませんか？基本的には家電量販店、おもちゃ屋さん、ネットショップですが、売り切れやすいので予約や発売日をチェックすることは必須になります。私はチャンネル登録してくださってる方に投稿機能を使って発売情報を見つけ次第共有しています。視聴者さんが教えてくださってなんとか予約できたっていうね、ケースも何度もあります。人気の高い機種なら再販したたまごっちを見つけた時も情報を共有してますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。中古市場も選択肢ではあるんですけど、状態確認は重要ですよ。ホビーショップはボタン操作状況とかね、確認して共有してくださいますが、メルカリなどの個人売買は騙されることもありますので、慎重に選んでくださいね。
コレクションが目的でないのなら動作確認してもらうこともおすすめですよ。そして推しのデザインがあるときは即ゲットが鉄則です。こちらはたまごっちユニのサンリオモデルになります。めっちゃ可愛いデザインでしょ。こういうのは発売時間数分で消えていきます。こちらのたまごっちユニも何気に25周年記念の限定モデルですしね。これなんて私は飛行機を乗って買いに行きましたからね。ガチ勢でしょ。私がアドバイスできることは、迷ったら買いなさいと言いたいです。買って後悔しましたってコメントをいただいたことは一度もありませんが、私の動画を見て買わなかったことを後悔しましたっていうコメントは死ぬほど来てます。それが答えですね。では、たまごっち買ったらまず何をすればいい？準備するものってある？についてお答えします。電池が入っている機種もありますが、そうじゃない機種もありますので、準備はしておいた方がいいです。そして機種によって電池の種類っていうのが違いますのでご注意ください。必ずね、パッケージに電池の種類は書いてありますので、たまごっちを買った日に一緒に電池を買えば大丈夫です。それだけで初期設定をすればすぐに遊べますので、何も買い足さなくても OK です。ただ最近はスマホのように画面にフィルムを貼る人やケースを買う人も急増中です。残念ながら画面フィルムは詐欺まがいな商品もありますので、私のおすすめ画面フィルムのメーカーさんも概要欄にリンクを貼りますね。で、私は動画用に光が反射しないようにアンチグレアにしていますが、光沢タイプの方が綺麗だと思いますので、そっちはリンクを載せておきますが、お好みで PDA 工房さんのサイトから検索すれば両方見つかると思います。そして傷をつけたくはないけど、いいケースが見つからないんだよねって人は、私のように自分で手編みをするっていう方法もありますので、こちらはたまごっち別に編み方動画も過去に作っておりますので、ぜひ参考にしてみてください。ちなみにね、ユニのこちらの、これめっちゃ大人気ですね。私のめっちゃバズった動画になります。デビルッチバージョン。こんなケースもあれば、最新のたまごっちパラダイスはテントッチバージョンのケース作ってます。これをね、ぜひ動画を見て真似して作っていただければと思います。こうやってね、ボタンで止められるようにもなってます。かわいいでしょ？ハードケースですとこんなのもあるんですよ。たまごっちコネクションはこの純正品のハードケースがありますので、公式 Amazon のリンクを貼っておきます。これね、再販されてないからちょっと200円ぐらい高いかもしれませんが、フィギュア付きでこんなに可愛いですよ。たまごっちコネクションをこんな風に持ち歩くことができるので、傷とかの心配もなくていいですよ。カタカタもしないです。こちらはね、ランダムなのでどの色が当たるかはわからないです。いずれね、手に入らなくなると思いますので、この値段なら私はね、今が買いだと思います。こちらは30年前のハードケースになります。これね、未だに人気があって、最新と比べるとやっぱり薄くて使いやすいんだよね。軽量タイプというのかな。ですがこれ、当時の10倍以上の値段で取引されていますので、予算とは要相談になります。フリマサイトで買ったり、最近はね、非公式で可愛いソフトケースとかもいっぱい出てるので、そちらを検討してもいいかもしれませんね。こっちの第1弾はオリジナルたまごっちが入るサイズのケースになってるんですけど、これはもうね、どこも販売してませんでしたね。では続いて、たまごっちって電池が切れたらどうなるの？にお答えしたいと思います。皆さんが心配するのは、可愛い我が子のデータが消えることですよね。バックアップされますので安心してください。たまごっちユニ、たまごっちパラダイス、たまごっちコネクション、その他カラー版のたまごっちはだいたいデータが残るという風に覚えていただいて大丈夫です。ただデータがなくなる機種っていうのもあります。それがこちら、オリジナルたまごっちの Gen 1から Gen 3ですね。この機種は最初から育て直しになります。もしも電池がなくなる前に気づいて、画面が真っ暗になる前にうおりゃーって数十秒で電池交換ができたら、データを消さずに電池交換できるそうです。ですので電池切れには注意してくださいね。
あとは電池交換用に質のいいドライバーを1本用意しておくといいです。こんなやつですね。100均の小さいドライバーだと力が分散してネジが滑ってしまう場合がありますので、ドライバーはね、いいものを1本持っておいた方がいいです。大きめの持ち手で力が均等に入るっていうものがおすすめですね。最後にマニアックなことをお伝えしていきますよ。レア進化って何？隠し要素なんてあるの？にお答えしたいと思います。これもたまごっちにハマる要素でもありますよ。実は特定条件でしか進化しないキャラクターがいます。全部言いたいよ、語りたいよ。でも我慢しておきます。機種によってはご飯や遊び方の選択次第で隠しキャラが出ることもあるんです。最近はメンバー限定でジェン3の超隠しキャラに挑戦中ですよ。めちゃめちゃ難しいけど楽しいです。こちらが今現在店舗でも販売しているジェン3の天使ッチになります。これなんですけどね、ジェン1、ジェン2の隠しキャラもとっても難しいんですけど、この天使ッチの隠しキャラもめちゃくちゃやり込み要素があっておすすめですよ。隠しキャラについては失敗すら思い出になると言いますか、子供の頃にできなかったことをやり遂げる感動まであります。攻略方法が公式から書籍化されていない機種っていっぱいあるんですよ。自分だけの育成記録を残す楽しさもこのチャンネルではお伝えしていきたいと思ってます。私流の進化方法をお伝えしているマニアックな動画もありますので、ぜひ探してみてください。ネタバレは避けたいって人もいるので、条件は自分で探すっていうのも楽しいですよね。はい、いかがでしたでしょうか？たまごっちって可愛いだけじゃなくて奥深いのねって思ってくださいましたか？皆さんの質問や育ててみて困ったエピソードなどもコメントで教えてください。なるほどねというものがあれば動画で取り上げることもあるかと思います。この動画を見てたまごっちが再販したら絶対買いたいって人、私もたまごっちで遊びたいって方々はぜひお得な情報も共有いたしますので、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。お役に立てていれば高評価の方もお願いします。私はたまかつ仲間を増やしてヴィンテージたまごっちたちの謎を解き明かすを目標に活動しておりますので、そちらも応援してくださると嬉しいです。それではまたねー。